日常夢みたいな感じかも、そういえば最近。あ、そうかそうか。ちょうど僕は今日ね、寝てないからこう、ぼーっとしてるんだけど、そういう時って意外といいんだね、じゃあ。要は私たちは実は寝てる時が起きてるっていう。ちょっと、お眠な感じで、すいませんって感じですけど。はい。それでは、始まりました。スターシードチャンネルということで、よしです。あきこです。こんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。今日はですね、なんと僕がちょっと徹夜をしてまして、眠たいんですよね。で、眠たいんだけど、じゃあ今日はそういう、睡眠と、夢っていう話をしてみようじゃないかということになりました。はい。ということで、やっぱりいろんな説がありますよね。実は、寝てる間にね、人はなんかいろいろことをやってるんじゃないかとか、なんかいろんなことをこう叶えちゃってるんじゃないかとか、なんかいろんな話もあるんですけど、なんかあきこさんその辺って詳しいですか？寝てる間にやっぱ意識がこう抜けて、宇宙に行ったりこういろんなことをやってるってそんな詳しくはないですけど、やっぱ抜けてるなっていうのは思います。だからこの肉体からどっか行ってんだろうなってすごく思ってますね。どれぐらいあきこさん寝るんですか、ちなみに1日。ものすごい寝るんですよね。だから睡眠時間は、15時間ぐらい、半分ぐらい寝てんじゃないかな。すごくないそれ。結構すごいね、それね。そうです。自分の気持ちのままに寝てあげてるから、だから細切れで結構寝るんですよね。長期的に寝るんだけど、今眠いなと思ったら寝てあげるみたいなことをやりますから、だいたい15時間ぐらい寝るんじゃないかな。すごいですね。うちの妻もね、だいたいそれぐらい寝てるっぽいですけど、でも、なんか結構そういう人っているもんだなと思って。そうなんですか。寝る、そうですね。でも別に寝なくてもいいんだけど、やっぱりこう自分の本能のままにというか、だから普通にどっかで働いてたり仕事をガツガツやってる時は、なんかこんなにやっぱり寝るってことはほとんど休みの日にやるぐらいだったんですけど、でお仕事を始めたりこう自分の本能っていうの自分の感覚で生きるようになってから、私が眠いと思ったら寝てあげるってことをしてたら、やっぱ15時間ぐらいは寝るんじゃないかと思いますね。その寝方っていうのはあれですか？その朝の夜寝ましてで、どこまで、そのままどこで起きてどうやってまた寝るの？どういう感じなんですか？はい。だいたい9時ぐらいとか10時ぐらい寝て、それでだいたい朝、2時ぐらいとかちょっと起きたりとかして、また4時ぐらいに起きて、子供と一緒にだからいろんなことやって、それで子供学校送り出したらまたもう一回眠くなったら寝るんですよね。そう寝て、それでまたいろんなことやってまた眠くなったら寝てみたいな感じで、本当細切れになってる。すごいね。そうか。くてね。でも一説によるとね、人間はどうも、深夜の2時ぐらいから4時ぐらいまでが一番本当はなんか一番こうなんていうかな、いわゆるこう直感力が冴えてるというか、なんか深くつながれるっていうかね、そういうなんか時間だよみたいな。で逆にお昼の2時4時ぐらいは寝た方がいいよみたいな話もあるんですけど、なんかそういうことも関係してるんですかね。あると思いますね。あとほら、宇宙ってバシャールとかって寝ないって言ってなかったっけ？確か。そうね、バシャールはね、なんか要はだんだんと寝なくてもよくなるって言ってましたよね。だからそれってなんかこう、よく短眠の人もいるけど、要はなんかがないけど、要は周波数が上がっていくと寝なくてもよくなっちゃうとかいう話もあるね。それはなんか聞きますよね。寝まくってんな、私な。でもやっぱ宇宙ではきっと、だからそんなに寝ないんだろう。だから別に目が冴えるときってやっぱなんか新月とか満月とかそのあたりはすっごい冴えて、寝ないこともあるんですよね。そんなに寝てる私だからすっごい波があるんですよ。
だからわかんない。そのバイオリズムがなんでこうなるかわかんないけど、いつも寝ないとか寝るとか決められないよね、だから。ああ、そっかそっか。でも確かに女性の人は特にかわかんないんですけど、そういうなんかこう、バイオリズムによって変わっていく人も多いのかなって気はしますけどね。そうですね、あると思います。だから本当に本能のままにというか、自分の感覚で生きてると、こんなに違うんだなっていうのかな。全部一定にするっていうのはすごくやっぱり不自然というか、なんかすごい頑張ってるんじゃないかな。だから自分自身がそういうとこがあるのかなと思います。だから別に一般的にさ、絶対に寝なくちゃいけないっていうわけじゃないんですよね。なんかよく寝れないとか言って困ってる人とかいるじゃないですか。だけどほら、宇宙でそんなに寝ないっていうこともあるわけだから、寝ないっていうことだって別にいいっていう感じのとこもあるのかなと思うんですよね。そうですよね。あとはその、まあ、寝てる間にね、なんかこう人はこういろんなことをね、いろんなまあ例えばパラレル宇宙に行っていろんなことをやってるよっていう話もあるんだけど、そういうことってやっぱあるのかな？あると思います。私ちょっと仮眠するときにさ、やっぱり宇宙船に乗ったりとか、宇宙船が近くになってきてたりとか、あとだからちょっと次元を移動したりとかがある。だからこんな細切れになんか寝てんじゃないかなって思うんですよ。すっごい眠くなんですよ。もうなんつうの、もう意識を失ったように寝るみたいな感じだから。この放送中になんか眠くなっちゃって2人とも寝ちゃうかもしれないけど。寝ちゃうじゃない。まあでもそれなんか面白いよね。なんかその、そっかそっか。実はそういう、まあ、なんかわかんない。違う宇宙なのか、宇宙人なのかわかんないけど、まあそういったところにこうアクセスしてるかもしれないってことね。寝てる間に。そうです、そうです。だからその周波数が来てるからパターンみたいな感じでこう、どっか行ってまた帰ってきて起きてみたいな、なんかやってるんじゃないかなってなんとなくね。そっかそっか。確かにある人がね、そのなんかもういっぱい寝すぎて、なんでそんないっぱいなんで寝てんのって言ったら、いやそれもうなんか寝てる間にいろいろ忙しいんだよみたいなこと言ってたんだけど、そういうことかもしれない。そうです、そうです。だからこう夜寝るときに、寝たときに、その感覚を覚えてる人とかいるんですよ。要はその、意識が飛んで、いろんなとこでいろんなことをやって帰ってきたときに、だから起きたときにすごい疲れてたりとか、そういうのある人いるみたいですよね。なんだろう、これどうなってんのかな、幽体離脱みたいな感じなのかな。ねえ。そっかそっか。で、なんか全然、なんでこれ今日夢の話にテーマしたかわかんないんだけど、そういえば、数日前になんか夢を見たときに、まさにこの明晰夢じゃないけど、なんかその、なんかこう、違う次元なのかわかんないけどっていうところで、覚えてるのが一個あったんだけど、ここにはね、うちの両親は亡くなってんだけど、両親とかいろんな人たちが出てきて、出てきたんだけど、なんか完全に全員これ自分だったなってことがなんか分かっちゃったんだよね、その時に。要はワンネス的な話なんだけど、これはね。自分だったみたいな、みんななんかこうなんか元気、なんか若々しいというかね、なんかそんな感じだったんだけど、みんなが、なんかこれ自分だったのか、みたいなことがね、そのまま体感として分かったまま目が覚めちゃったので、なんかその記憶だけは残ってんだけど。すごい。夢の中でもそんなことやってんだね。そういうことやって探求みたいな。何そうか。探求なのかな。探求というか、こう気づきみたいなね。夢でも気づきみたいなね。気づきをあえてなんかね、ドラマチックに体験するドラマ好きみたいなね、感じ。そうか。なるほど。あとあれですよね、夢をすごい覚えてる人とかいるじゃないですか。あとすごいこう夢占いじゃないけど、夢に意味を持たせたり、なんかああいうのもでもよく聞かれるんですよ。この夢は何ですかとか、このなんかこういう感じの光をすごい見て、夢の中で見て、でこうなったからこれはどういう意味ですかとか言われたりするんだけど、分かんないよね。大体意味が分かんないんですよ。その夢の中のことってやっぱ多分宇宙的だったりするのかと思うんですけど、私もそういう夢で見たものって思い出したりするけど、大体意味が分かんないんですよね。意味付けをしたいんだけど、そういう本とかでもしかしたら合ってるのかもしれないんだけど、意外となんか意味がないというか、今世の自分には理解できないということが多いのかなと。
だから無視してる。ね、無視してるというか、夢の内容をほぼ無視って感じ。そうかそうか。あとね、なんかね、まあ、これはだからスピリチュアル的なものとか宇宙的なものではないんだけど、なんか自己啓発的なものとかで、よく言われてたのが、例えば寝る前に、なんか問題、なんか解きたい問題とかを思い浮かべながら寝るとか、もしくは、これどうしようって思いながら、ちょっと教えてとか思いながら寝ると、大体答えがあるよね、みたいな話があるんだけど、確かにそういうことはあるんだけど、それは何なんですかね。潜在意識が開いてんじゃない？だから、寝る前の覚醒状態ってあるじゃないですか。こう、ちょっと白目になる感じみたいな。あと寝起きのああいう感じっていうか、やっぱりこう、チャネリングしてる状態とか、覚醒状態になるから、やっぱり夢が叶いやすかったりとか、そのまま入っていくからね、その何か思い浮かべてるものが、そのままこう潜在意識とかこう夢っていうところに入っていくから、まあ、叶いやすくなったり、気づきがあったりっていうことがあるんだと思うんですよね。潜在意識の力を使うというか、ここにアクセスしてるからって感じかな。それすごいよくわかる。そうかそうか。あとは、そうだそうだ。あとね、僕はね、大体ね、まあ、マイペースに話してる時っていうのは、眠くなるねって言われてたのよ、昔から。相手が。そう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 。でね、多分だけど、その周波数と、あきこさんも、なんか結構、そういう周波数にいますよね。覚醒の周波数。リラックス周波数。ど真ん中みたいな。そう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 。そう、わかるわかる。それすごいよくわかるわ。で、それってほぼ寝てるのと同じぐらいな感じじゃない？なんか多分周波数が。そうかもしれないですね。だから覚醒の寝る前だから要はチャネリングしてる時って、まあ、リラックス安心してる時とかも一緒だよね。覚醒するじゃん、覚醒とか言うじゃん。あれって要はちょっと酔っ払ってるみたいな感じなんですよ。ちょっとこういう感じみたいな。そうそう。あれの状態になると要はチャネリングしやすいとか。潜在意識使ってるとか、ハイヤーセルフで安心してればいいとかね、ほっとしたりぼーっとしてたりっていう感じだから、この周波数とこの夢の周波数とかも一緒なのかもしれないね。だから夢みたいな、日常夢みたいな感じかも、そういえば最近。そうかそうか。変わりないもんね。なるほどね。起きてるのも寝てる。なんか面白いね。覚醒って言ったら目が覚めるなのに、なんか眠るとなんか同じ感じになっちゃうよね、じゃあね。そう、これだから、この動画撮る前にさ、バーって気づきが来たのは、要は私たちは実は寝てる時が起きてるって言われてるんですよね。だ実際、なんていうのかな、起きてる時が寝ているというか、聞いたことありますか？なんかね、そういう話聞いたことある。あるある。本当にそうなんじゃないかなと思うんですよね。要はこういう、本当はいろんなことができる、まあ、創造主としての自分自身っていうのが、だから寝てる時の自分いくら好きなとこに行けて好きなようにやってるみたいなのが本当の自分なんだけど、できないっていうところ、眠りに入って、要はできないっていうところをこの地球で体験してるっていうことなんだと思うんだけど、だから、こっちが本当は寝てるっていうのかな。起きてんだけどね。そう。なるほどね。ここの境なくなってくるかもしれないですね。面白いね。ちょうど僕は今日ね、寝てないからこうぼーっとしてるんだけど、そういう時って意外といいんだね、じゃあ。これは。いいです。むしろだからぼーっとできない人が少し寝ないぐらいでぼーっとした方がいいのかもね。確かにね。わかる。なんか逆にどうなの？例えばぼーっとしてるのと、あとまあキレキレ状態とかあるじゃない。要するにこう頭さえさえモードみたいな。あの時はどういう良くないのあれは。そういう時はあれはあれでいいの？2つあるよね、冴えてる時って。だからすごくこうやっぱりリラックスしてんだけどビンビンこう降りてきてハイヤーから来て冴えてる時と、あとはちょっと興奮状態っていうのがあると思うんですよ。この興奮状態だから寝ないあれなんだろうな、
興奮状態の冴えてる感じっていうのはちょっと危険だよね。危険っていうのは要は、なんていうのかな、判断を見せるというか、そういう時あるかもしれないね。興奮状態、興奮状態。そう。あれ多分2つあるよね、冴えてる時って。なんだろうね、心が冷静なんだけど冴えてる感じが、まあ、結構いい感じというか、物事がスムーズにいくのかなと思うんだけど、心のちょっとこうすっごい波というか、なんだろうな。わかる。わかる？こうなってる時に、そう、興奮状態、頭も興奮状態みたいになってる時は、なんか結構判断ミスというか、起こるような気がする。わかんないけど、顕在意識がとにかく活発化しているのか、ね、潜在意識と一体化している時なのかの違いかな。うまくね、あれだけど、そういう時ありますよね。だからやっぱり、そう寝ないとこっちの興奮状態になりやすいかも。ちょっとすごく吐いてはいみたいな。そうね、確かに寝やすぎてはいな時ってのはそういう系になってるかもしれないね。そう。これ来たらちょっと寝た方がいいよみたいな感じだね。だから少しそういうモードになってるよりはね。なるほど。そっか。あとね、そうだな、そうだな、今回は夢と睡眠なんだけど、そうだな、睡眠で悩んでる人、さっきの話か。じゃあ睡眠で悩んでる人も結局寝なくてもいいんじゃないかって思えばいいということだよね。まずは。そうです。よくあるのはやっぱり無理やり寝なくちゃと思って、なんていうのかな、いろいろ睡眠薬とか飲んだりとかね、本当に苦しいんだと思うんだけど、やっぱり宇宙で寝ない星があるっていうのを知っておくと、寝ない人たちがいるっていうのを知っておくと、結構許せたりするのかと思うんですよね。要は寝ないとなんか次の日の仕事が支障が出るとか、寝ないとダメっていう意識が多分強く入ってたりするかもしれないけど、その時その時の自分の状態によって睡眠ってやっぱすごく変わるんじゃないかと思うんですよ。短くてもちろんいい人もいるし、長くてもいい人もいるし、こう長く寝ないとっていう意識がもしかしたら入ってる人も多いかもしれないね。なんか罪悪感あるんだよね、僕もね。今日なんか寝たかったからちょっといろいろとこうやってね。これ出ますよね。出るともうやっぱり明日大丈夫かなとかね。そういう人多いと思うしね。こうやってせっかくあきこさんのこうやってね、動画撮るのにみたいな。ぼーっとしちゃうよみたいな。ぼーっとしちゃうよね。でもあとだからね、あえてだから耐えちゃう人は寝ないでぼーっとさせるためにそうしてるっていう今の感じだとあるのかもしれない。あるかもしれないね。そっか。OK。じゃあ今回いろんなね気づきも多分さっきあったのは多分宇宙からのメッセージかもしれないんだけど、もうちょっと、今回のテーマについてのメッセージを聞いてみたいですね。はい、わかりました。寝てる睡眠っていうことですか？寝るっていうことに対して。そうね、夢もあるかもしれないしね。睡眠もあるかもしれないし。わかりました。あなたたちが思ってるように、もう夢の中であなたたちはすごい好き勝手にやってるというか、自由にものすごい動いてるみたいなね。自由な世界、夢の中で自由に動き回ってるから、自由に行きたいとこ行ったり好きなようにやってる。だからより、その地球、今私たちが住んでる地球っていうところで制限とかね、いろんなことを体験する時のこの振り幅というか、そういうのがより濃く感じることができるっていうことを体験しています。だから自分っていうのはなんかすごくこう小さくなっていたり、型にはまってたりね、地球にいるとそういうのを感じるかもしれないけど、そうだから私たち本当に自由な存在であって、実際だからこう夢の中で、自由にやっているっていうことを知ると、あなたたちはこの地球で生きるときに自分が自由な存在だって認められるでしょう
うん。そして、だから自由な、睡眠とかね、夢を見るとか、なんかそういうのも、自分が体験したいことを体験したり、だから長さとかかな、寝るかとかないかとか、それもあなたが自分で決めてるだけだから、制限というかね、そういうふうなものでもいい、なんか自由なものであるっていうかな、そういうことを言っています。あと、だから本来の自分に戻ってるものっていう感じみたいですね。だから夢、睡眠、寝てる時は本来の自分に戻って自由にやってるっていうことを宇宙は言っています。なるほどですね。だからまあ、はい、今回ですね、だから、実は夢っていうか、まあ眠るっていうのが、まあどっちかっていうと目覚めの方だったみたいな。だから今、起きる方だったみたいな感じだよね。反対だったって感じだよね。そうなるとね。今回はなかなかね、まあ夢というかね、睡眠。まあね、睡眠についてはね、やっぱりこういろいろと、もしかしたらまあ寝ないといけないっていう、まあいわゆるブロックがあったなっていうのに気づきましたし、まあ、あとは、まあ実はこっちがね、夢なんじゃないかっていうね、話がなかなかこう面白くて、だから、まあ、あれだよね。まあ、こっちの世界の出来事がエキサイトメントだなと思っても、それはそれでいいのかしらっていう話も、まあ僕は特にね、ドラマチックなことを望んでしまうこともあるんですけど、まあね、まあそれはそれでいいのかなっていう話でしょうかね。はい。わかりました。はい。はい。では、今日はね、ちょっとお眠な感じで、すいませんって感じですけども、まあいい感じで、ぼーっとしながらね、今日はできたかなっていう感じです。はい。ということで、この後はですね、なんとですね、まあ、いいのかな、まあ、インドにね、旅立っていくのですよ、ということで、私もね。はい。ということで、この後の次回の動画ぐらいでは、もしかしたら、こうインドからの動画が撮れるかもしれません、ということで。はい。インドね、やばいですね。やばそうですね。なんかすごいあれですもんね。だからもう、1日半かかっちゃうっていうこともあるんですよね。さっきね。インドも場所によるんですけどね、私が住んでるとこはちょっと来づらいとかね、田舎なんですよね、とにかく。ね。いや、まあ、楽しみですけどね。はい。では、ちょっとね、次回はそういう感じになるかもしれませんけども、ということで、では今回は、これで終わりましょうか。はい。それでは、皆さんちょっとね、ぼーっとしながら、ではでは、今日はぼーっと、ね、ぼーっといきます。ぼーっとではでは。はい。じゃあ、ではでは。ではでは、さようなら。ではでは。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ね、こんな感じで、なんか大丈夫ですかね。いいんじゃない？なんかね、面白い。リラックスモードでね。